はい、地球玉系南條です。山本くん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。今回紹介したい商品はこちら。じゃん。ディスペイさんのウォッシュフリーエアブラシセットですね。名前のままですね。これ洗わずそのまま塗装に没頭できますよと。こちらですね、12月発売でもう市場には出てるんですけれども、ちょっとね、いろいろ使ってみたので、そこのお話とですね、最後僕がいろいろ触ってるうちに裏技に気づいちゃったので、そこら辺もご紹介できたらと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずこちら本体ですね。かっちょいいですね。マーカーホルダーがついてます。スタンドが右利き用、左利き用両方ついてます。これですね、専用ボトルが2本入ってます。この中にですね、手芸用の注射器、インジェクターっていう先端が入ってるんですよね。インジェクターが各10個ずつ入ってるんですよ。これがですね、大きさが違いますと。はい、こんな感じの内容物になっております。早速塗装してみましょうか。それではですね、まずはこの専用ボトルにですね、この希釈された塗料を入れていきます。このボトル面白くてですね、この根元の方を回すとですね、蓋が取れるんですけども、先端も取れるんですよね、こうやって回していくと。キャップもあるしね、3分割されるんですよ。で、ここにですね、通気口がありまして、で、ここに入れてあげるんですよ。で、これで蓋をする。もうこれだけで OK です。今僕は青色を使っているんですが、青色の口径は 0.5 でございます。オレンジが、あれが口径 0.3 ですね。で、これで OK です。で、この中に塗料を入れていきます。で、このボトルもね、嬉しいことにですね、メモリ付きなんですよ。はい、これでセット完了です。めっちゃ簡単ですね。ちなみにですね、このボトルのいいところなんですけども、きちんとね、蓋をしておくと保存することができます。で、今回ラッカー塗料を使っているので、チューブがラッカー系シンナーにちょっと負けてしまうこともあるかもしれないので、もしちょっと強い溶剤を使っているなと感じている方はですね、このチューブだけ抜いてもらえれば。それではですね、この蓋を取ってですね、ニードルが出ている状態で、このエアブラシ本体につけていきます。インジケーターって言うんですけども、ニードルが左右ぶれないようにするための目安というかね、この間にちゃんと針を通してですね、ニードルがまっすぐ入ってますよっていうのを確かめながらですね。で、これ締め込むとですね、先端完全に蓋しちゃうんですよ。なんで、塗料を出そうと思うとですね、ちょうどこの辺りかな、90度になるように、だからちょっと緩める感じかなと思います。この緩みが気になる人はですね、なんかちょっとテーピングして動きにくくしてあげるとか、工夫してあげるといいかもしれないですね。で、これをこのままコンプレッサーにつなげて、塗装するだけと。それではですね、早速吹いていきたいと思います。さあ、これいきなり出ないんですよ。やっぱりこう、ちょっと様子見ながらっていうか、ほらほら、ここほら、出てますね。で、これでちゃんと出るなって確認していただいて吹きます。ほら。で、ちなみにこれもうシングルアクションですね。ボタンを押すだけです。ほら。結構綺麗に拭けてない？そうですね。これすごいね、楽なんですよ。めっちゃ綺麗に拭けました。それで塗装終わったなと思ったら、あとこれで回して取ってこれで終わりですから。洗うところ一箇所もないですから。こいつは蓋をして保存することができる。めっちゃ楽じゃない？もうこういった商品でございます。またですね、ここの上の部分が取り外しができます。マーカー用のホルダーをつけてですね、これちょっと割れ目があるので、ディスペイさんのマーカーなんですけども、三角のマーカーでもこうやって刺せちゃうっていうね、筆タイプのマーカー大丈夫なのって感じがするじゃないですか。こうね、塗装ができちゃうっていう。マーカー独特の粗さはありますが、しつこく塗装していれば均一になっていくんじゃないですかね。なんかちょっとした表情付けにいいかもしれないですね、ベタ塗りとかいうよりは。こんな感じのね、マーカー独特のなんかざらついた感じの表面になるので、こういうなんか表現仕上がりが好きな方はですね、マーカーもぜひ試してもらうといいんじゃないかなと思います。なかなか面白い表現になってると思います。注意事項なんですけれども、本当にね、回して止めたりとか固定されてるわけじゃなくて、本当にこうポンと刺さってるだけなんですね。さっきも言ったようにこう保存はできるんですが、縦に振ってしまうとこんな感じでですね、上に塗料が上がってきちゃってるんですよ、チューブを伝って。通気穴が開いてるんですけども、これを塞いでしまうとですね、もちろん塗料出にくくなってしまいますので、ここ縦振りはね、良くないですね。横に振るんですけど、となると攪拌ボール入れたくなりますよね。そういったボールをですね、入れていただくのはもう全く問題ありませんので、横振りがね、いいかなと。このエアブラシ、素材がですね、樹脂なんですけども、薬品にも強い素材でできてますから、ツールクリーナーで拭いてもらったりとか、多少はですね、耐性はありますよと。分解図もいただいてるんですけども、なんか例えば横からね、使ってる間にエアが漏れるんじゃないかとかね、
こう L 字でがっつり筒が入ってますので、エアが漏れるなんてこともありませんから、そこら辺は安心してもらえたらなと。ここのね、穴の口径が意外と広いんですよ。聞いたら 0.5 というふうに言われてたんですけども、こいつ結構空気を食うんですよ。コンパクトなコンプレッサーあるじゃないですか。例えばL5 とかメテオとか、ああいったところだとですね、ちょっとこのエアブラシだと吹けないかなと思います。なんでどちらかというとですね、もうパッケージで圧倒的圧力とかさ、パワーコンプレッサー系ですね。こういったものを使われると塗装しやすいのかなと思います。一応数値で言うと 0.172 メガパスカルをボタンを押した時にそのあたりのメーターになってるような、ボタンを押すと圧下がっちゃいますから、その圧下がった状態で 0.172 以上をですね、キープしているようなコンプレッサーを使っていただけるといいんじゃないかなと思います。それでですね、ここからいろいろ試してみて気づいちゃったことがあるので、こちらですね、同じくディスペイさんから出ているドロッパーボトルという商品なんですけども、もともと塗料を保存するためのボトルなんですけども、この中に攪拌ボールも入っていて、この先端がですね、上の方をですね、緩めると塗料がちょっとずつ出るよっていう商品なんですよ。で、これをしっかりと締めるとですね、こう縦振り、横振り、全然 OK っていうような、これがね、特になんとですよ、エアブラシ用の専用ボトル、これ蓋ね、足り合うんですよ。つまり、僕は何が言いたいかというとですね、ドロッパーボトルを皆さん買っていただければですよ、縦振りできないってさっき僕言ったじゃないですか。これ縦振りできます。しかもちょっとこの先端緩めれば筆塗り用にちょっと出しできますと。そしてエアブラシで拭きたいなと思ったらこの先端を交換していただいて、でしかも攪拌ボール入れれるって言っても最初から入ってますし、これでシューッと。しかも大きいんですよ、こっちの方が。だからより大容量で使うことができると。これね、容器大きくなったら拭けなくなるんじゃないのという声が聞こえてきそうなんですけども、これバッチリ拭けます。はい、ぜひね、これドロッパーボトルですからね、3個入りで商品になってますので、ぜひね、こちらもセットでね、はい、お買い求めいただければいいんじゃないかなと思います。というわけで今回ですね、ディスペイさんのウォッシュフリーエアブラシを使わせてもらったんですけれども、洗浄とかもしてみたんですけども、ツールクリーナーとか薄め液ですね、それを入れてですね、シューッと拭くだけで中も清掃できますし、本当にいろいろ細かく洗浄するのが嫌な人はですね、もうこれニードルある程度使ってちょっと先端詰まったなと思ったらもう捨てちゃっていいんじゃないかなと。だから10個入ってるんだろうなと。このニードルだけで売ってます。50個入りです。めちゃめちゃ入ってるんで、だからもう本当に洗浄が煩わしいとかね、エアブラシ買ってみたけど、その洗浄のだるさで遠ざかってたんだよねとか、そういった方にはね、非常にいい商品なんじゃないかなと。あとはまたディスペイさんのエアブラシスタンドですね。ディスペイさんといえば赤と黒ですから、めちゃめちゃかっこいいですよね。このホルダーがついているので、そのスタンドを買ってもらうと、このホルダーをスッとつけてこうやってね、止めれますから。あとはですね、専用のエアブラシの専用ボトルですね。はい、これ3本入りです。で、あとは紹介させてもらったドロッパーボトルね。だからこの状態で保存してもらって、使うときはこちらを使うと。あとですね、ディスペイさんこれ全部で42色あるそうなんですけども、この水性塗料希釈済みっていうのがありますから、これもね、先端こう変えて、もうそのままエアブラシできますし、これ空っぽになったらね、保存用ボトルになりますから。でなんかでも淡い色が多いですよね。この42色もですね、ぜひチェックしてもらえたらと思います。僕みたいな人が使うのいいんじゃないかなと思います。もうとにかくね、洗浄がめんどくさいんですよ。同じ悩みを持ってる方はね、ぜひ手に取ってもらえたらいいんじゃないかなと。あ、そうだ、エアブラシの値段だけ、これ安いんですよ。全部込み込み3900円。手に取りやすい。地球と並んでますので、買いに来てもらえたらと思います。今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おすすめです。